皆さんこんにちは。作曲家の渡辺です。それではですね、本日、作曲の訓練法と、理論2、三曲法の進め方、訓練法の実践、基礎編1を行いたいと思います。まず最初にですね、本日の、目次を、述べたいと思います。本日は3つあります。まず1つがですね、初歩として作るための今回の、お題目、ルールですね。はい。で、2の方で実際に、実践として、行っていきたいと思います。それで3で、次回のですね、ステップに向けての、皆さんへの、お願い、訓練法のお願いという形になっております。はい。ではですね、これから始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、早速行いたいと思います。まずその1なんですが、ちょっとルールの説明という形なんですけれども、その前にちょっとですね、皆さんに、お願いしたいことがあります。お伝えしたいことがあります。まず皆さんよく、作曲することは簡単だとか、鼻歌で適当に浮かんだものや、頭に浮かんできたおぼろげなメロディーとかが、それが作曲だと。そういう形で説明されている方がいると思うんですけれども、確かにですね、常にそれが浮かべばいいですし、またそれが常にですね、ある一定以上の、いいメロディーであれば、全く問題ないんですよね。はい。でも実際ですね、そういう形で、常に頭に思い浮かんだメロディー、または口ずさんだメロディーが、そのままもうメロディーとして全く問題ないっていうのは、そういう人っていうのはいないとは言わないですけれども、ごく限られた人だと私は思います。はい、大概はですね、なかなか、いいメロディーが浮かばない、もしくは口ずさんでもなかなかどっかで聞いたメロディーだとか、そういうことが多いんじゃないでしょうかね。それで結構詰まってしまったりとか、そういう形で、悩んでしまう方も多いと思います。はい。で、前回もその話はしたと思うんですけれども、要は今回のですね、この訓練法は、その、浮かばない部分を、自分たちで人工的に、作為的にですね、頭とかで作り出して、それで作っていくと。作り込んでいくと。それをやることによって、訓練することによって、おいおいですね、逆に言えば、その、頭に浮かんだメロディーとか、もしくは鼻歌の口ずさんだメロディーを、修正したり、より良いものにですね、磨いて、ちょうどですね、宝石の原石を、ちょうど磨いて宝石にするような、今回のですね、訓練法によって、そういう形で、えー人工的に、頭で作り上げる。でそういう作り上げたものを、磨くと。これまたその、人工的にですね、いろいろ、手を加えてですね、磨いていくと。そのための、訓練法だということを、ちょっと、考えて、行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、今回のですね、ルールなんですけれども、まずですね、一つ、使う音符ですね。音符を、一つに絞ります。要はその、自由にですね、何でも頭に音符で思い浮かべてくださいっても無理なので、まず最初にその、ちょうど子供がですね、言葉を覚えていくような形で家庭でやっていきましょう。なので今回はとても簡単な形でやっていきます。なので、音符は、一つ、一拍、何しろその四分音符ですね。はい。それで、2小節作りましょう。なので、四分音符が8個、8つですね。8個で、作っていきます。はい。で、2つ目のルールがですね、初めの音はドから始めて、
音の工程はですね、一つずつ、音飛びとかはなしで、同じ音を、次の音ですね、どから始めて、その次の音は同じどか、一音上のでか、一音下のしっていう形で、常に3択で、つけた音の同じ音をもう一回やるか、1個上か1個下をっていう形の3択で選んでいく形でやりましょう。それで8個音を選ぶという形でやっていきましょう。それで3つ目。もう自由にその3択の中で選んでいいんですけれども、これを頭の中で、ドレミで、やってほしいんですね。はい。で、頭の中でドレミでやろうと思ってもなかなかそのドレミっていうのが入って、ない人が多いと思うので、口ずさんでもいいので、楽器とか、DTM とかを使わないでやってほしいんです。そうしないとですね、これ訓練にならないんですよ。はい。必ず、口で言ってもいいので、ドレミの音階で作ることをお願いいたします。口でですね、頭でもいいんですが、何度もドレミファって形で、ドレミファソラシド、ドシラソファミレドって形で確認しながら、ちょっと作ってください。お願いいたします。では、早速ですね、以上のルールをもとに、じゃあ作っていきましょう。そっか、いいのか、これで。どうですかね。作りましたこういうふうに言ってもね、あれですよね。人それぞれで、悩まなくていいんですよ。いい曲を作ろうとかじゃなくて、これはあくまで頭の中で、作るための訓練なので、頭をですね、そういう、なんていうんですかね、使える、能力をつけるための訓練ですので、本当に遊びの感覚でやってほしいんです。ただ、選んだりするのはもう遊びで全然いいんですけど、音程だけはいい加減にしないで正確にお願いしたいんですね。DTM とかなんかで適当にパパパパって押して、これでいいやだと覚えないんですよね。例えば楽器でもピアノとかなんかで弾いちゃって、できたよだとダメなんですよ。それって頭でやったことになんないんですよ。逆に言うと、じゃあ、ピアニストの人とか、ギタリストの人とか、演奏する人、プレイヤーですね、の人は、じゃあ、みんな作曲ができるのかと言いますと、実はそうでもないんですよね。プレイヤーの方で作曲はできないっていう人は意外に多いんですよ。それは、プレイをする脳と、頭の中でメロディーを作り出す脳っていうのが違うんですよね。役割が違うというのが、作る部分が、使う脳が違うんですよね。なので、作り出す脳を今回訓練するためのことなので、ね、なので頭で考える。で、ドレミの音階を、ちゃんとつけて、正しくつけてやると。その訓練を、するためのものなので、時間かかってもいいんで、8個ちょっとやってみてください。はい。で、とりあえずですね、私が、今からちょっと作ってみますので、はい。ちょっとそれ聞いてもらえますかね。どから始めますよね。で、8個。で、リズムとか、テンポとかは全然フリーでいいんで、はい。で、例えば、ド、レミファソラシド、ドシラソファミレド。僕は同じドにしようかな。それでドレミファソラシドとか、
ずっとドド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 っていうのはダメですよ。はい。多少動かしてくださいね。はい。そうしないと、それも全然その訓練にならないので、お願いいたします。はい。で、私は次はドで、例えば、ド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 、一個下がドシ、一個上がドレ、ドレミレのドレ。で、今僕、同じドを選びましたよね。じゃあ、次のドは、また同じドか、一個下のシか、ド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 シ、ド、一個上のレ、ドレ、ド、ド、僕は上に上げようかなと思いますね。ド、ドで、ド、ドで、今3つ決まりましたよね。で、その次、ド、ドで、同じもう一回レか、一個下のドに戻るか、一個上のミに上がるか、ド、ドで、レ、ド、ドで、ド、ド、ドで、ミ。僕はミにしようかな。ド、ドで、ミ。その次、もう一回同じミをやるであれば、ド、ドで、ミ、ミ、ド、ドで、ミ、下げればド、ドで、ミで、上げればド、ドで、ミ、わかんないなって、こうなるときありますよね。そうしたら、ドレミファ、ドレミファソラシド、ドレミファ、ドレミファ、ちょっと音痴ですみませんね。ドレミファ、ファ、ドレミファだなって形で確認しながらやっていくんですね。はい。で、今5つ。ドレミファ、その次にファ、じゃああとどうしようかな。ファ、ファ、ファって繰り返すか、1個下に下がるか、ファーミか、またさらに上に上がるか、ファソ、ファソ。これもちょっとわかんない、怪しいなと思ったら、常に確認して、ドレミファソ、ドレミファソ、ドレミファソラソ、ドレミファソ、ソソソ、ドレミファソ。こんな形で確認しながらやっていくんですね。僕はちょっとこれ、今、ソっていう形で式にね、確認しましたけど、ミに戻したいと思います。ドレミ、ファミ、6つ決まりましたね。ファミ、で、その次、同じミか、1個下のレか、また1個上のファに戻るか、ドレミファミミか、ドレミファミレか、ドレミファミファ。これはレにしようかな。はい。ドレミファミレ。あと1個ですね。で、これをレから同じレをやるか、1個下のドに行くか、1個上のミに行くか、ドレミファミレ、ドレミファミレレ、ドレミファミレド、ドレミファミレミ。僕はこれ同じレをやりますね。はい。ドレミファミレレ。一応これで8個決まりました。はい。これで、これをね、何度も口でちょっとやってみて、で、音程がもう、まずこれで間違いないだと思ったら、例えばその DTM とか、ピアノだとか、そういう鍵盤だとか、楽器で確認するのはいいと思います。はい。ずっといつまでも間違ってた、どっかしら間違ってたら、そのままずっと覚えちゃうっていうのも良くないんで、はい。ただ、要は、自分で努力すること、何度も何度も繰り返して、その努力することがとっても大事なんですよ。はい。結果も大事ですけど、結果っていうのは、そう努力していけばいつか必ず、いつか必ず報われるではないですけど、いつか必ずできるようになりますから、要は最初のうちにこの何度も何度も確認する、何度も何度も、ちょっと苦労という形になってしまうんですけど、何度も何度もその訓練っていう形で確認するっていうことがとっても大事なんです。はい。で、これ今回、今私メロディーつけましたよね。ちょっと、これ、キーボードで打っていきましょうかね。
これで2小節、8個の音が決まりましたね。はい。で、ちょっと今回これで、この2小節で一応終わりにしましょう。で、次回ですね、この続きという形で、これを一つのパターンとして、2小節を一つのパターンとして、次の2小節を、これをですね、元に、広げていく。これは作曲法なんですけれども、このメロディーを展開していく。広げていく。で、その種類というのはあるんで、いろいろあるんで、やり方があるんで、それを教えたいと思います。で、皆さんにはですね、ちょっと次回への、宿題というか、お願いとして、ぜひですね、この、今教えたやり方を、ちょっと毎日やってほしいんですよね。はい。で、あの、この、8個の、とりあえずは1泊で8個、ね、ちょっといくつか作ってみて、その中で、1つ選んで、それをですね、次回見るときに、まあ、紙にノートか、楽譜で書けるのが一番いいですけど、書けなければ、ドレミファって形で言葉だけでもいいんで書くか、もしくはその DTM とかあれば DTM に私が今打ち込んだように同じように打ち込んでちょっと見てください。はい。で、それとはまた別に、毎日ですね、ちょっと訓練をしてほしいんですよね。で、その毎日やる訓練は、今回みたいに一泊とかもう気にしないで、すべての音符を使ってもらって、リズムもですね、いろんなリズムをつけてもらって、あと、音飛びとかも全然やってもらっていいと思います。もう自由に、小説も2小節じゃなくて、もっと多く、例えば、ドレミドシラシラソララソファソミレファファドミミレドレレミソとか形でね、ちょっとすいませんね、あんまりいい曲じゃないかもしれないけど、もうそんないい曲を作るとかってあんまり気にしないで、結構何でも、ドシラソラソファソラとかさ、何でもやっちゃってください。はい。で、ここで一つ一番大事なことは、っていうか肝心な、一つだけ守ってほしいのは、ドレミでやるってことなんです。それだけはちょっと約束してほしいんですよね。それだけ、ちょっとルールとして守ってもらいたいんですね。はい。でやり方はさっきと同じように、確認しながら、わかんないところは多分出てくると思うんで、特に音飛びとか、例えば、ド、タタタ、ドタタ、ドタタってなんだろうな、ドレミファ、ドレミ、ドレミミミ、ドミミ、ドミミだなとか、いろんな形で確認しながらちょっとやってほしいんです。はい。だからちょっと人前では恥ずかしくできないかもしれないんで、一人で言うときに、ちょっとそんな形で口でですね、確認しながら、ちょっと、これは別になんだろうな、修行とかっていうよりかは、ちょっとその辺の確認は大変だけど、でも、楽しみながらやってほしいんですよね。楽しんでやってほしいです。はい。だけど、安直にすぐピアノとか、DTM かなんかで確認はやめてほしいんですね。それはなるべく最後の、もうこれで間違いないだろうって自分が、何度も確認して、これでもう問題ないだろうってなった時に最後の最終的な確認でやってほしいんですよね。そうすればですね、これをやっていれば、すぐには当然そんな成長は目まぐるしい成長というのはないですけれども、だんだん、確認することが減っていってできるようになりますから、音飛びとかもですね、だんだん覚えていって、一時確認しなくてもドミとかドソとかドラとかって形でいろいろできるようになりますので、はい、でこれをね、確認をする意味っていうのは、多分ね、この DTM 持ってるんだったら、それでやっちゃえばいいじゃないかと。メロディーもこういう形で作っちゃえばいいんじゃないかと。でもそうやるとね、要は頭の中で今後、
いろんな複雑なメロディーとか、あと転調とかするのができなくなっちゃうんですよね。頭だからこそ自由な発想でできるんですよ。こういう DTM とか、こういう特に楽器だと楽器の手癖、その楽器の演奏能力に、依存してしまうし、この DTM を具体的にどうやってやっていいかが結局分かんなくなってしまう。結局そこで止まってしまうので、この頭でやるってことはね、すごくね、後になってからその発想の助けになりますから、ちょっとぜひね、その騙されたと思ってちょっとやってみてください。はい。ではちょっとそういうことですね、ちょっとすみませんね、口が回らないんですけど、ちょっと滑舌が悪くて申し訳ないんですが、今回ちょっとこういう形で簡単で申し訳ないですが、ちょっと終わらせていただきたいと思います。で、今後ですね、次回はこれに、メロディーを膨らませていくっていう形でやっていって、で、そのパターンでですね、何度かやっていくうちにだんだん複雑なメロディーもこういう形で作っていくような、あとはこっちから、このメロディーに対してこの後半をちょっとつけてくださいみたいな形でちょっとやっていければいいかなって形で思ってますので、もちろんあとコード付けも、あとは、その後アレンジですね、もうやっていきたいと思ってますので、ちょっと時間はかかりますけれども、一緒に、ちょっと、訓練してですね、成長していきましょう。はい。ではそういうことで本日は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。そろそろいい時間なので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回も作曲の仕方と訓練法の続きを行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また、もし少しでも役に立ったという人は恐れ入りますが、コメント欄に参考になったと書いていただけたら嬉しいですし、チャンネル登録と高評価ボタンも押していただけるとさらに嬉しいですので、よろしくお願いいたします。皆さんのコメントや高評価やチャンネル登録が次の動画を作る私の大きな支えとなります。いつもありがとうございます。今後も曲作りに必要な情報や皆さんが成長できる動画を発信していきたいと思っておりますので、チャンネル登録をぜひしていただき、皆さんが良い曲が作れるようになるよう一緒に頑張りましょう。ではまた次の渡辺ミュージックスクールで会いましょう。